日本が民主化に向けて歩み始めた当時の議会は、戦時中に実施された翼賛選挙によって選ばれた議員たちで構成されており、ほとんど機能していませんでした。そもそも翼賛選挙とは、立候補者の中から政府や軍の意向に従う人物を推薦、従わない人物を非推薦として分類した上で行われた選挙です。その結果、当選者のうち381名が政府から推薦を受けた人物であり、85名が非推薦の人物でした。このような選挙によって成立した議会は、やがて翼賛政治会を結成し、戦時体制を支える役割を果たしていきます。しかし、戦争末期には、その翼賛政治会を解散し、大日本政治会という新たな議員グループを組織しました。終戦時の帝国議会では、この大日本政治会が圧倒的多数を占めており、議会は政府の意思を追認する付属物のような存在になり下がっていたのです。もちろんこのような状況を全ての人がいいと考えていたわけではありません。戦時中から総力戦体制に反対する人々も存在していました。彼らは弾圧の対象とされていましたが、終戦を迎えると新しい日本を築くための準備を進め始めます。新しい政党を結成しよう、議会を再建しようといった動きが活発化していったのです。こうして終戦後の日本では次々と新たな政党が結成されていきます。最も早く活動を始めたのは翼賛選挙で推薦を受けずに当選し、戦時中から反翼賛、反東条を掲げて総力戦体制に反発していた鳩山一郎でした。鳩山は自身と同じように翼賛選挙で非推薦ながら当選した議員たちを中心に同好会というグループを結成していました。この同好会は終戦直前から徐々に準備を進めており、たまたま終戦の日に会合が予定されていたため、その会合がそのまま新党結成の準備会合となり、いち早く政党の結成に乗り出したのです。この他にも政党の結成に乗り出した人々がいました。それは戦時中に弾圧の対象とされていた共産主義者や社会主義者たちです。彼らは共産主義や社会主義といった言葉を使うとすぐに弾圧される状況にあったため、それらを避け、無産という名称を用いて活動していました。無産とは資産を持たない人々を意味します。このような人々も敗戦という機会を捉えて動き始め、戦後に訪れるであろう新しい時代に向けて政党結成の準備を進めていきました。こうして誕生したのが日本社会党です。日本社会党は社会主義と民主主義を掲げる政党を作ろうという理念のもとに設立されましたが、同時に無産政党を一つにまとめようという目標も掲げていたため、党の運営は次第に困難なものとなっていきます。というのも無産政党は戦前から思想的な対立を抱えており、例えば左派の日本無産党、中間派の日本労農党、右派の社会民衆党など異なる路線の政党に分かれていたのです。こうした対立関係にあった諸勢力を一つにまとめた結果、社会主義政党として明確な理念で結束することは難しくなり、党内には左から右まで様々な立場の考え方が混在する状態となりました。そのため、党としての方針は明確にならず、軍国主義に反対し、平和の実現を目指す。資本主義を廃し、社会主義を断行する。民主主義体制の確立を目指す。といった漠然とした理念のもとに集まった政党となっていたのです。社会主義政党であったことから、日本社会党は主に無産階級、すなわち労働者層からの支持を集めていくことになります。日本社会党の結成からおよそ1週間後、準備を進めていた鳩山一郎を総裁として新たな政党が結成されました。これが日本自由党です。鳩山一郎はもともと立憲政友会の出身であったため、集まってきたのは立憲政友会に所属していた議員が多くを占めていました。しかしその一方で、学者の美濃部達吉やジャーナリストの石橋丹山といった新たな顔ぶれも参加しており、新人も含めた新しい政党作りを目指す側面もありました。日本自由党の基本方針は、自主的にポツダム宣言を実践し、新しい日本を建設しよう。国体を護持し、民主的で自由な国を目指そうというものでした。つまり、国の形を大きく変えることなく、民主的で自由な日本を目指す。そして、戦後復興と経済再建を重視するという保守的な自由主義政党であったと言えます。
自由党の結成大会において鳩山は次のように演説しました。天皇制の護持、プロレタリアート独裁の排撃、私有財産制の維持、これらのことに尽力しなければならないという内容です。この発言はすなわち、天皇制の廃止、プロレタリアート独裁の実現、私有財産制の廃止を目指す共産主義者たちと真っ向から対立する立場を示すものであり、このことからも自由党が共産主義に反対する位置にあった政党であることがわかります。さて、これまで見てきたように、翼賛選挙で非推薦とされた議員たちは、比較的戦争責任から自由だったこともあり、早くから新党結成に乗り出し、日本社会党や日本自由党を設立することができていました。一方、翼賛選挙で推薦を受けていた議員たちには、GHQ から戦時中の責任を追及されるのではないかという不安があり、なかなか一つにまとまることができませんでした。しかし、政党を結成せずに衆議院選挙に臨むことは、彼らにとっても不利に働きます。そこで、やや遅れながらも彼らは政党を結成しました。これが日本進歩党です。総裁には戦前に立憲民政党の総裁を務めた経験を持つ町田忠司が就任しました。このような経緯をたどって誕生したことから、進歩党という名前とは裏腹に保守色の強い政党となっていたのです。その他、戦前には非合法政党とされ、厳しい弾圧の下で活動を停止していた日本共産党も終戦後に再建されます。党の書記長には人権指令によって釈放された徳田久一が就任しました。共産党は天皇制を打倒し、人民の総意に基づく共和政府を樹立する、資本主義を覆し、共産主義を目指すといった方針を掲げ、さらにアメリカ占領軍は軍国主義からの解放軍であると評価していました。徳田久一ら共産党指導者の釈放が行われた日には、歓迎のための人民大会が開かれ、参加者たちはデモ行進を実施し、GHQ 本部の前で占領軍万歳を叫んで解散するという出来事もありました。とはいえ、当時の日本はただでさえ混乱の渦中にありました。このような状況下で、もしすぐに武力による共産革命を目指すような行動をとれば、社会はさらに混乱に陥る恐れがあります。そのため、日本共産党は戦後間もなくの時期には穏健な平和革命路線を採用し、合法政党としての活動を開始することになったのです。また、産業組合の指導者たちも農村関係の議員を集めて政党を結成しました。これが日本共同党です。共同党は影響力こそ小さく、すぐに他の政党に吸収されることになりますが、その理念には特徴がありました。共同党は農民、中小企業、労働者といった人々を基盤に、みんなで助け合って経済活動を行おう。利益を公平に分配する仕組みを作ろう。資本家や財閥の利益優先をやめよう。地域の人たちが力を合わせて生活を良くしていく社会を目指そう。という考え方を掲げていました。こうして戦後の主要な政党がおおむね出揃いました。しかし、まだ総選挙は実施されていなかったため、これらの政党は議会の中に議席を持っていませんでした。したがって戦時中の議会のままで次の選挙に向けた準備が進められることになります。その中心となったのが衆議院議員選挙法の改正です。この改正案が提出され、内容としては女性に参政権を与えること、選挙権の年齢要件を25歳から20歳に引き下げることなどが盛り込まれました。これにより有権者数はそれまでのおよそ3倍にまで拡大され、戦後初の総選挙を実施するための土台が整えられたのです。こうした準備を経て、重原内閣は総選挙を実施するために衆議院の解散を行い、いよいよ戦後初の選挙が実施される運びとなります。しかし、ここで動いたのが GHQ でした。GHQ は改正された選挙法が民主的であるかどうかを検討するという理由を掲げ、すぐに選挙を実施しなかったのです。とはいえ、これは表向きの理由であり、GHQ が選挙の延期を決定した本当の理由は、当時進めていたある政策と深く関係していました。その政策とは、公職追放です。GHQ は新たに結成された日本の各政党を注意深く観察しており、それぞれについて次のような評価を下していました。進歩党に対しては、大西翼賛会の継承政党だ。新しい日本において期待できない。自由党に対しては、自由党というより保守党だ。
彼らの自由主義は思考だけで行動が伴っていない。共同党については非民主的と評価するのは不公平かもしれない。しかし彼らは日本の政治思想の右翼を代表している。このように GHQ は多くの政党に対して厳しい視線を向けていました。その一方で日本社会党については党内の統一が弱点であるという前提を認めつつも、その顔ぶれと方針は最も希望を感じさせるものであるとして一定の期待を寄せていました。つまり GHQ はもしも今総選挙を実施すれば戦前からの知名度の高い人物たちが当選するだろうと考えており、このような状態で選挙を行うわけにはいかない。総選挙の前に戦時中に戦争協力を行った人物たちを公職から追放する必要があるという判断に至ったのです。こうして GHQ は総選挙の実施を延期し、その間に公職追放を実施しました。ではどのような人々が追放されたかというと、戦争犯罪人、職業陸海軍人、国家主義団体の関係者、大西翼賛会、翼賛政治会、大日本政治会の有力分子、植民地、占領地に関係する企業の役員、その他の軍国主義者、極端な国家主義者という区分が設けられていました。この公職追放は当然ながら政府及び各政党に甚大な影響を与えることになります。例えば重原内閣では閣僚のうち5人が追放対象となってしまい、重原喜重郎はこれでは内閣の運営ができないと強く不満を示し、一時は辞任の意向を固めました。しかし他の閣僚やマッカーサーに説得されたことで辞任を思いとどまり、内閣改造によってこの危機を乗り切りました。政党への影響も極めて大きなものでした。特に深刻だったのが進歩党です。党所属の衆議院議員274人のうち260人が追放されるという壊滅的な打撃を受けました。これは GHQ が取った翼賛選挙で推薦を受けた者は全て追放の対象とするという厳格な方針が背景にありました。進歩党総裁の町田忠治自身も公職から追放されてしまい、党は総裁不在のまま混乱に陥ることとなります。その他の政党でも追放の影響は大きく、自由党では43人中30人が追放、社会党では17人中11人が追放となり、政界全体が大きな混乱に包まれました。それでも選挙は実施されます。各政党はその実施に向けて準備を進めていくしかありません。社会主義者たちは人民戦線の即時結成を提唱し、自らを民主主義勢力として位置づけ、その結集を訴えました。そこに日本共産党の指導者でソ連や中国へと出ていた野坂三三が帰国すると、日比谷公園では野坂三三帰国歓迎国民大会が開催され、彼はそこで愛される共産党というキャッチフレーズを語りました。こうした動きを通じて社会主義や共産主義の思想が日本国内で広く支持を得ようとしていたのです。このような動きに強い危機感を抱いたのが鳩山一郎でした。鳩山は反共を軸に保守勢力の結集を呼びかけるなどして共産主義に明確に対立する姿勢をとっていきます。こうして人民戦線と反共連盟という後に革新勢力と保守勢力と呼ばれることになる2つの対立軸が形成されていったのです。